おはようございます。今日ですね、1月31日の金曜日ですね。今日はですね、フィッシングショーに来ていて、大阪に来てるんですけど、業者日の方にですね、ありがたいことに、パスを今回、山屋さんの方からですね、ご提供いただいたので、これからですね、業者日の方に、行ってみたいと思います。はい、おはようございます。今ですね、インテックス大阪に向かっています。で、555フィッシングのナブさんとコースタルフィッシングのマックスさんで、今道端であったインドネシアのゼナッカのディストリビューターの JDM フィッシングですね、ナイジェルと、今たまたま会ってインテックスに向かっています。こんにちは。こんにちは。はじめまして。宮下さん、田中です。よろしくお願いします。初めてお会いしまして。岡さんいらっしゃるんですか。すみません。じゃあ、はい。ご無沙汰してます。岡さん、はじめまして。田中と申します。よろしくお願いします。お久しぶりです。ご無沙汰してます。自分も今つきました。そうなんですか。はい。自分もちょっと今前でいろいろちょっと話してて、そうなんですけど、今ようやく入ってきて、はい。なんでそんな場所にいるんですか。いや、よけたらここになっちゃった。はい。こんにちは、マリアスタッフの宮下です。今回ですね、2025年マリアから発売される、新商品ご紹介したいと思います。まず一つ目がフラペンウィングですね。フラペンウィングの S85。このルアーの最大の特徴がルアーの後方についたこのフラップです。で、キャスト時はこのフラップが折りたたんで飛んでいくことによって、狙ったポイントにしっかりと届けることができる。で、そして着水後はこのフラップが水を受けて、アングラー側にもルアーの状況っていうのが伝わってきやすいですし、しっかりと狙ったポイントをトレースすることができる、そんなルアーになっています。一応これ、シーバス、平鈴木向けに設計されているルアーなんですけど、今までマリアから発売されたフラペンシリーズの中でも一番使いやすいモデルになっているので、ぜひ青物系でもですね、使っていただければと思います。そしてこのサウザー S75、ジャーキングに特化したシンキングペンシルになります。この形を見て、ミノのように見えるんですけど、実はシンキングペンシルなんですね。で、ロッドアクションを加えると、ミノライクにヒラを打ちながらスライドアクションを生んでくれます。で、ロッドアクションを止めるとその場でピタッと止まって水平フォール、そこが魚に見せるポイントになります。シンキングペンシルなんでアクションが浮上軌道のアクションをします。なので、今まで先行軌道横方向の動きが強かったミノでは攻めきれなかったボトムスレスレっていうのをミノの要素を残しながら誘うことができる、そんな設計になっています。ジャーキングで見せてフォールで食わせる、そういうコンセプトのサウザー S75 です。重さはどれぐらいになるんですか。これが 75mm の 15g。はい、じゃあ続いて、プロトのルアーご紹介します。まずこっちがレガートの230。今まで 190mm、60g ってところがこの230、100g という大型青物に向けた姿に生まれ変わって登場になります。で、これ、一応もう型は大体できていて、しっかりと魚の、釣果もついているので、皆様にお出しできる日も近いかなと思います。で、そしてラピードの250、これも大型のものに向けたさらにサイズアップしたラピードのモデルになります。で、これ針なしで 130g あるんで、しっかりと遠くまでキャストしたいとか、本当に大型の魚を狙っているような、GT とかそういった魚にもおすすめのルアーになります。そんで最後がこのレガートの F140 です。今まであった165のダウンサイズモデルになります。で、重さは 30g なので、比較的ライトなタックルでも使いやすくなりました。で、このルアーは、今年の7月から8月にかけて、発売になるので、ぜひ皆様お試しください。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。森さんですか。こんにちは。57の田中と申します。お疲れ様です。顔は動画で。すみません。これ新しいスプリットリングですね。チタン形状記憶製品で作ったスプリットリングです。結構でかいバントまで作られたんですね。一応ね、3番から10番まで。
ちょっとまあ通常の剪定よりも太いタイプ、いわゆる変えてもらって使いやすいタイプへえ。全部揃えてます。やっぱりチタン使ってるんで、はい針つけたりしたらはい開きにくくて、はいはいそこをやっぱり一番メリットとして素材のメリットがあって、この形状記憶、はいチタン形状記憶合金使ってほう作ったんですよ。これってもう売り出されてるんですか？これからですか？ 3月に発売。もうじゃあ出るんですね。はいはいよかったらこれフライヤーですみません。はい。あ、ほんま。あれいいか。あ、私そう。せやね。確かに戻りますね。で、それがあることでこう針通してもやっぱ戻ってきやすくて、はいはいはい逆にくいんで。へえ。確かにフックリム。フックリムーバー。うちのやつがもう持ち手に対してここが下向いてるんですよ。はい。これが特徴で、はいこれによってこう右手でやっても左手でやってもほーどっちでもいけるっていう。結構僕左利きなので、はい他社さんで売ってるやつって左手やと逆にやらんとあかんので、ほー。でそれがないタイプなるほど。作ってます。へえ。いやちょっとなんか最近1個欲しいなと思ってて、はい。これももうでで3月出ます。はい。お値段もお手頃なんで。ですよね。ですよはい。ね。これ1サイズですか？人一サイズサイズこれははい。もうちょっと長いのもまあゆくゆくはと思うんですけど、まあまずはちょっとこのサイズで。はい。でもこれ例えばどうなんですかね。対象魚っていうかサイズ普通に青物系青物も多分針が入れば、入ればジギングとかでも絶対はいはい使ってもらえます。へえ。はい。太郎さんちょっとマイクつけてもらってもいいですかね。あ、俺説明すんの？あれしてくれないですか？いや、説明していいけど。うんはいぜひ。てか、もしあれやったら、俺が探してるよ。そうそう。していい。わかりました。ちょっと今じゃあ曲げさせてもらってもいいですか？全然。98。これ一番硬いやつなんですか？いや、そうだね、張り感っていう部分であるけど、ただね、全般に硬い竿じゃないの。はい曲がるっていう部分で。はい。おー確かに。ごめんなさい。そうですね。あれこれ長谷川さんが GT っつったやつですか？長谷川さんが実これ実際ですか？へえ。で、どっちか言ったら、だから、重めのジグとか、はいあと南方系のそのアンダーウォーターはいはいやったりとか、これと比べると逆に96の WXH っていうのはより粘りにさらになってて、はい南方系とかも大まさ20キロ、30キロ、はい逆にも出ますよの時、はい。やり取りに振っちゃったおーモデルと、差別がしてる。なるほど。これも普通に60度角で20キロ、そんないけるんですね。クリアしてるから、適正ドラグとしては、10キロぐらいまではい出るけど、はい。全然無理がきく幅はもう出してる。へえ。全部のそのシリーズでそのコンセプトとしては同じなんですか？その粘りみたいな。 96WXH 以外に関しては、最近よくやってる 1100G っていうはいはいと、うちが磯川で使ってる 1100G の単線をベースにしたタフマトリックスっていうのが来てて、はいその張りと粘りのバランスっていうのをちょっと極限まで高めてっていうようなものになってる。なるほど。で、特徴としては、でも今曲げてもらったと今まで手がけてきたものからすると、より深く曲がるようにしてるっていうのが結局変に上で立っちゃって、はいしっかりそれでも貯められる人だったらいいんやけど、はいそこで結局そうですねされてるぐらいやったら、しっかり竿を絞り込んでも、ドラ口かけていける、はいこれこの前ちょっと後して大工に PV でですね、はい。うちの磯竿っていうのはそういうコンセプトリリーディングするよりもまず先にその竿でしっかり絞り込はいませる、はい。っていうことの要素をルアーロッドに落とし込めないかなとおーやばいでしょ、ちょっと話なるほど。アテンダーっていううちのはい磯竿があるの、ええブレザー大工がそはいれをずっと使ってて、はい。やっぱりそのフィーリングを出せへんかなっていうあーしたのが最近の感なるほど。じね、今回だから
水草さん、村田君、はい長谷川さん、大工君で、あとりょうちゃん、はい。俺もそうやし、いろんな人のちょっとごったにでいいとこを抽出して作ってってみようってね。マーケットで 1100G ってあこれジェットブルーってる素材はい。を6章のロッドで一番最初に使ったのって多分これだと思う。2015年か6年ぐらい。はい。もうほぼ10年。でこれが98の同じぐらいのパワーバランス、はいこれちょっと普通にこういう形でもで、もう片手で普通に、ロッドバランスっていうか重量感比べてみて。おお。違いますよ。明らかに、違いますね。うん軽いし。で軽くなってガイド個数も増やしてああ、本当ですね。さらに強いっていうことを実現しましたよが、まあ一番のコンピューターはいはい。とか形状とかも変えてるからで結局テストしていく中で、ここまで大口径ではい緩くチョークする必要がないナンバーやつから割と40から20に絞ってそうやしでガイドもねフルチタンにしてるから、軽く感じますね。数値自重だけじゃなくて持った時のバランス感としても前に来すぎないようにしたりとか、そういう工夫はしてるかな。でもう一つねこれは細かいところなんやけど設計技術がだからやっぱり醸成してきてるから、例えばペグの長さ一つ取ってみてどんだけ違うの。こんな長く取らなくても強度がそういうことなんですね。はいはい。これでもう強度的にも確保できる。っていうところだったりするので、どうなったらキャストが楽、操作がしやすい、魚かけてね浮かせられるか止められるかっていう部分で、本当一番肝にしてるのはその魚を止める浮かすっていうところの方法論、硬さじゃなくてその強さの質に求めたっていうのがアークフレックスシリーズかなっていう。正直どっちかいうとねこれは買っていただいたお客さんにちょっと曲解されるとあれなんやけど、やっぱりそのグランデージやった時ってより幅広いお客さんに平等なパフォーマンスが発揮できる、っていうところで作りたいけど、どちらかというとその前にやつタイドマークのロッキーショアみたいに、今回はもう本当に6ショアブームって正直もうピークは過ぎてる、でブームって言えるような人の流入っていうのがもうなくなって収束ある程度していく中で、やっぱりその本質求める人に対してこれが絶対正解とは言わないけど、その解の一つとしてより魚が釣りやすくなりましたとかっていう部分の提案として切り口がなったらいいなっていうところかな、なんつって、曲げてみたいですけどね。ビールつけて魚かけて。そう結局ね釣ってみないとわからんから。だからそういう部分ではちょっとなんか島野さんとかやられてるみたいにちょっと実証会みたいなああいうのも考えていかないといかんかなとかは思ってる。こんにちは、ラグゼスタッフの村田と申します。この度新登場となりましたアークフレックス RS シリーズ、その中で 98XH プラスをちょっと紹介したいんですけど、僕としてはヘビージグスペシャルモデルと呼んでまして、テストで 100g から 400g ぐらいのジグでテストさせていただきました。で 100g から 200g のジグが尺やすい設定となっております。でただ硬いだけのジグを飛ばす竿じゃなくて、しっかりティップが入ってくれて海の状況を感じながらいろんなアクションが出しやすい設定となっていると思います。でかかってからもしっかり曲がってくれて、で復元力で、サポートしてくれるので体にも優しくでっかい大物を狙える一本になっていると思います。ぜひ手に取ってもらいたいです。お願いします。こんにちは、ラグゼフィールドスタッフの水下幹弘です。私がね今回紹介させていただくのがラグゼ、アークフレックス RS-S106XH プラス、こちらの本の竿になります。これはね、特にね、僕はね、大型のねトッププラグを使ってね、大型のヒラマサを狙うためにね、開発に携わして、いただいた竿になります。でね、長さを生かして背などをかわしてね、コントロール性も良くてね、とってもねいい竿に仕上がっております。でね、特に、一番この竿の売り
なんですが、竿の曲がり、復元力を生かしてね、オートマティックにね、魚のね、体力を奪ってね、魚をね、浮かしてくれる、そんな竿に仕上がっています。よかったら手に取って試してみてください。よろしくお願いします。あれ見た？コルクの方。いや見てないです。これマルチピースの。そうこいつがもうほんとグリップから姉妹寸50になるこれ何ピースですか6ピース？6ピース。6ピースで曲がりとだから強度を出すっていうところで今やってて、96の6号タックルと93の8号タックル、まあ平正と GT とはいはい。いけますよ、ねしたね。そうそうそうっていうのを今進めてる最中。これは来年ぐらい発売予定だけど、まあこれも1ピースやけど、まあ、曲がりがそれなり綺麗に、出るような。ピースですごいこんだけ曲がるんですね。もうちょっと曲がるようにしたいねんけど、マルチピースってなんかあんまりなかなか触る機会なかったんですけど。そうそうそう。意外とバカにならない。まあちょっと発売がね、来年、最速今年か、今年の下期か、26にはなるけど、これはぜひおすすめ。黒上先生説明してください。はじめまして、黒上と田中と申します。ボーイソフィッシはい。まさそうですか。ありがとうございます。あ、そうか。そこが、殿川君と仲良くて、我が家のエース。エースではないです。期待しかしてない。呪いの新人って呼ばれて呪いの新人。はい、ガマカツの黒上です。よろしくお願いします。で、こちら今開発中のパックロットになってまして、ラインナップとしては8号タックル、6号タックル、2号タックルでベイトの4号タックルっていうような4機種がラインナップされてまして、でこちら全部姉妹寸55センチ以下で、この55センチっていうのが、機内持ち込みできるサイズでなってまして、これ僕の持論なんですけども、機内持ち込みできるような60センチ以下、LCC が一部60センチっていう定められてるんですけども、そうやって機内に持ち込めないマルチピースロットはパックロットではない。機内に持ち込めるからパックロットだっていう定義で僕はちょっと考えてまして、なので今回も機内に持ち込める55センチっていうのを主軸姉妹寸として開発しています。こちらが8号タックルロット。いわゆる GT だったり、平正の8号をメインで使うような人に使ってもらいたいような竿になってます。次にこちら6号タックルですね。いわゆる近海の青物タックル、10キロまでとかくらいがメインにターゲットになってくるかなという地域の人に使ってもらう。4号でも全然使えます。4から6っていう感じの、タックルになってますね。平正とか55ですね。全機種このコルクグリップのモデルは全機種55センチで統一してます。以下で使う、以下で統一してます。これが平鈴木のメインとした2号まで、2半までのモデルですね。で、さっきからその平正とか GT とか言ってます。パックロットなんで、ある程度汎用性は持たせてるんですけども、専門性に特に注力してまして、それぞれで GT だったり平正メインの調子で、これに関して平鈴木の調子っていう風にそれぞれ対象魚種を設けてしっかりと開発をしてるんで、なんとなくのロットではないです。最後にこれがベイトロット。これロックフィッシュとかを相手に調にした、8.3 フィートぐらいの竿になってます。で、特にこの2機種は、対象魚種の特性上、張り感っていうのをものすごく重視してまして、パックロットでここまで張り感出せるのかな、多分思われる方がほとんどなくらい、しっかり張り感を出して実使用できるようなモデルになってます。で、逆に、平正 GT の方、こっちのモデルは、うちのロットに特性のある人に優しく魚に厳しくてしっかり曲がるロットになってるんで、これ遠征先でかける大型魚っていうのはほとんどの人が初めて対峙するような魚だと思うんですけども、そういう時にでも人間側に余裕が持ってファイトできるように曲がり込むけど強いっていう風な竿になってます。で、これちょっとまだ開発中なんでちょっと詳細の部分は変更することはあるとは思うんですけども、来年の秋にはちょっと出したいなっていうようなラインナップになってます。で、全機種ちょっとコルクグリップ
っていうところにもこだわってます。やっぱり EVA よりも軽くできたりとか、竿の持つ質感。特に僕らみたいに若い世代からすると、コルクのソルトロッドってやっぱ結構新鮮なんですね。やっぱり昔はあったかもしれないですけど、今はなかなかないんで、EVA が主流ですね。だけどやっぱコルクってかっこいいよねって、そこはね、どうしても好き嫌いが出るとこではあるとは思うんですけど、やっぱコルクロッドってかっこいいよねっていうのを、ちょっともう一回知ってもらえたらなと。なるほど。はい。そういうロッドになってます。ありがとうございました。で、これ新しく出るマルチトレックって LE915 って商品ですね。で、こちらが、磯であったり、シーバスのウェーディング、はたまた沢登りとか渓流とか、いろんな用途に使っていただけるっていう意味でマルチとなってます。で、前作のロックトレックがポッケもなくて、すごくシンプルな、ポッケもね携帯入れるため1個だけのシンプルなものだったものに対して、今回はしっかりとタックルボックスを収納できるような仕様にしてまして、いわゆるシーバス用の深型のものが前に1つ入る。で、左右両方同じ大きさなので、こっちであれば、薄型と普通のサイズが一緒にしまっていただける。で、中に関しても、かなり大きく開くんで、物の取り出しがさっきみたいにしやすくなってるし、ちっちゃいポケットも用意してます。で、D カンとかつけてね、こういうのを一緒に留めておいて、落ちるのを防ぐための機構があったりとかもしてます。で、さっきウェーディングとか平す、磯とか泳いだりとか使ったりとかする人がいるんで、しっかり大きいドレインホールをここにね設けてて、水の排水がしっかりできるようになってるんで、水が溜まっちゃって重たいみたいなこともなくなってます。で、ここに、フィッシュグリップつけて止めていただいて固定していただけたり、ヘッドライトとかをねここにつけたりとかもできますし、で逆側はこうやって糸くず捨てられるような間も作ってますね。で、オスのメンファスナーついてるんで、糸がくっついてなかなか落ちないという仕様になってます。はい。で、ペットボトルの水、ハエのワーク、レインジャケットとか、予備の荷物をしっかり持って歩いていきたいっていう時にもできますし、で、大体ライフジャケットって着てしまったら背中の荷物って取り出せないと思うんですけど、これファスナーを反転することで簡単に後ろにので、予備のねタックルボックス出したりとかで、自分一人で閉めることもできるっていうような仕様になってます。で、ちょっと着たまんまでは説明できないんですけど、前作と同じく前に引っ張ることで体にフィットさせることができて、ここで腰のちょっと上に来るように設定してて、登山リュックとか同じで腰に重さを乗せることで肩が少し浮くんですね。で、これで肩が凝るとか、こういう動きに支障が出ないように設計してます。で、これ今ピチピチになるんですけど、脱ぐ時も簡単で、こうやって起こしてもらうだけで簡単に緩めるんで、脱ぐのも楽。クイックに脱げる。で、背中のさっきのここからしか荷物アクセスできないかなと思うんですけど、上にこういうパーツがついてまして、ここを引くだけで開く。なんで上からもしっかりとアクセスできると。めちゃめちゃ考えられてるんですね。出せる。で、例えば魚とかね釣ってビニール袋に入れてそのまま刺して背負って帰れるとか。で、しまう時もこれ引っ張るだけで簡単に閉まります。素晴らしい。はい。で、どのくらいの人が用途あれかわかんないですけど、浮力体を抜くことができるんですよ。これで。よいしょ。スイムとかしたってこれを洗うとかっていうそうできるですね。全然できるです。で、この本体がスペクトラとコーデュラーの混成生地を使ってるんで、めっちゃ薄くて軽いんですよ。なんで浮力体を抜いた状態でくるくるくるってまとめてもらうと、だいたい2リットルのペットボトルと同じくらいの大きさまで圧縮できるんですよ。ちょっとやってみましょうか。これがこうなってこうなって、ね、こんなにシュッて
適当にやったんで、もうちょっと丁寧に頼めばもっとコンパクトになりますし、まあ、容積が変わるわけじゃないんですけど、パッキングの自由度が上がるって意味合いで、こんだけ小さくすることができます。はい。あれですね、本当にコンパクトになる。めっちゃコンパクトになる。これはもう発売。4月発売ですね。はい。お店さんでも注文はいただけると思います。はい。春の新商品。春の新商品、LE915 マルチトレック。はい。はい。マルチトレックの紹介でした。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。瀬川さんっていました？来てました。いや、いなかったです。マジで？いや、なんか伝えるよ。はい。もう急ぐんだよって言ったら、また来るって言うたけ、追ってください。はい。ここでじゃあちょっと立ってれば来るかな。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。もしもし。今ね、台湾のブースのリールの前にいます。あ、本当？どこだ？外出たー。ちょっとリールの前で待ってます。じゃあ、はい、出た。はい、ごゆっくり。はいはいはい。おい、久しぶり。はい、めちゃめちゃ待ったからもうじゃあちょっとぜひ説明してください。瀬川亮太ですね。あ、ついでにこのマイクも一緒につけてもらうとよろしいですか。はい。YouTube。こんにちは。はい、じゃあお願いします。じゃあ今回新発売のニューソルティガー、はい、ちょっと特徴を教えていただければと思うんですけど。特徴はやっぱりこれじゃないですか。もうバカデカのボディギア、まずは。はい、ボディ。これ何番ですか？これ2万5000円を割ったやつじゃないかな。まずバカデカのボディギアでしょ。はい。あとは1万8000番より上のモデル、1万8000番、2万番、2万5000番の。2万5000もあるんだね。2万5000番はこの DRT っていう。これが新しいなんか金属のなんかワッシャーっていうね。そう、金属ドラグをこう上下で挟み込んでるやつですね。はい。これがね、面白くて、一枚一枚こうやってこう回るローラーがついてまして、くるくる回ってしまう。くるくる回って。くるくる回ると。くるくる回る。くるくる回る。指じゃあんまり分かんないけど、実際回ってんだよね。あ、これが自体が回ってる。そう、回る。これ自体が一個一個回る。新しい。で、強い。あとはもう細かいところ行ったらもうすごいいろいろ変わってるけど、まず大きな進化はまあこれかな。でかいギアと金属ドラグ。1万4000番から下のサイズは今まで通りのカーボンのやつですね。旧モデルとドラグ値とかは変わってる？最高マックス。最高、そういうこと聞いちゃう。じゃあカットする30キロとかかかるんじゃなかったっけな。30だね。これすごい分かりやすいのが2万番で比較できるかな。これが20ソルティガの1万4000ね、これが25の1万4000で、このギアの大きさはもう全然違う。こうやって比べてみたら分かるけど、はい、だいぶ違うね。全然違う。一回り以上だね。これ1万4000サイズだけど、20ソルティガに1万8000番ぐらいでかいんじゃないのかな。すごい今回の巻き上げパワーが上がってすごい軽くなってるんですよ。これ1万8000でしょ。巻いてみて。確かにシルキー。めちゃめちゃシルキーで回るじゃん。これがね、これがオシレーションのシステムがね、ボールベアリングになって、はい、ここをこうくりくり回して分かるけど、なるほど。これで上下させることによってオシレーション効率は 30% ぐらい。スプーンサイズがアップしてる。で巻き感もいいし、すごいいい。なるほど。でただ単にこういうところが強くなるだけだと、クロマグロとかのでっかいやつをかかると、なんで俺が映されてるねんってでっかいやつがかかると、今ここがね
すごい力がかかって歪んで曲がったりとかしてたから、シャフトが曲がるんだ。そうだからここの素材も変えて強くなって硬くなってあと太くなってちゃんと強くなってはい、太くなってるらしいです。はい、強くなってるんですよ。あともう全部そういうところで言ったらもう強化されてるところが結構いっぱいあって、このベールアームとかベールも変わってる。ベールも変わってる。ラインローラーのところとか一体型になっててあんまり分かれてないよね。で強度も上がってるし、あとは形かな、ここの形がこうやってこうピッと上に跳ね上がってるじゃん。で前のモデルはまっすぐだね。まっすぐなんと跳ね上がってるのが。でやっぱりこれライントラブルこの辺の改善ですね。ライン移動距離がすごいやりやすくなって、あともう一個あるのが、ベールが返った状態で、オートリターンダイヤのリールついてないからさ、これ返すんだけど、返らないまんまこうやって回っちゃってる時がたまにあったの。ちょっと回転抵抗はあるんだけど回せる。ここが硬くなりました。1万4000円ね。パチってなってる状態でこうカツッと止まるんね。そうこれ実際回せるけどかなり力がいるからこれでミスが減る。なるほど。でこのバネとかも強くなってるし硬くなってるから雰囲気がねミスが少なくなると。なるほど。あとは大きな変更はやっぱりゴムのノブ実用性に振ったよね。これ前違った？あれか。金属だから。そうね。これ申し訳程度の滑り止めですごいツルツル滑ってたんですよ。これ滑るでしょ、グローブしてると。だから俺さ自分で使うやつはさ全部丸の目に変えてたし、丸の方がまだ掴みやすい。掴みやすかったから、これ本当にツルツル滑るから、だからそれがこれになって。なるほどね。ラバーで覆われて。ラバーで覆われて、で25ソルティがもう丸の部あるんですけど、もっとこうやってグリッピーな感じ。滑り止めもいっぱいついて、そうね。あんまり滑らないですね。いい感じです。わかりました。ありがとうございます。はい、話題の瀬川さんのソルティガ説明でした。はい、ありがとうございました。業者日です。はい。おいく飯食いに行くときは東京帰ってからでいいんですよ。なんか食いたいもんある。考えとく。はい、りゅうたくんこっち見てください。これは見てく。そうだ、ぜひ。てかね、もうカドラー昨日買ったん。買った？ 180。でもダウンサイズが出るんでしょ？あとフロスはいつ出んのあれは？3月。3月か。3月はいないなもん。3月の後半だよね。なんか送ってもらえばいいじゃん。まあそうね、結局日本から買ってあれするけど。3サイズ。これがダウンサイズだ。160。50グラム。軽いね。50グラム。こっちは91。まあ90だった。90でした。90。50グラム、90グラム、71グラム。重くて飛ぶのは当たり前なんですよ。でもこれで飛ぶんですよ。いや今持った瞬間これで飛ぶんと思ったぐらい軽い。めっちゃ飛ぶ。4号とか使ったら回収めんどくさくなるぐらい飛ぶ。そんな飛ぶ。6号で大円筒できる。で8号では大円筒はできないけど、まあ釣りになるぐらいは飛ぶ。でもこれで6号でぶっ飛ぶんだ。すごいね。大きい針使えるのが一番でかいかな。ちっちゃい針だってさ、大きい魚かかった時にドラグねちょっと怖いじゃん。そうね。だからサンドルつけられたらまあまあな強引なファイトもできるし、だからカードラーの185と同じフックが使える。そうなんだよ。いやこれ待って、重り入ってないの。なんだよ。マジでこれで6号ぶっ飛ぶんと思ったもん俺。めちゃめちゃ軽いやんと思って。びっくりした、マジでと思って。あれでしょ？でしょ？だって軽すぎたもん。何も入ってないもん。だから驚いた。マジでこれでぶっ飛ぶんと思って。これ50もないもんね。いや、やられました。はい、お茶目な瀬川さんが、重りなしのやつを渡してぶっ飛ぶっていう。軽いっしょ、めっちゃ飛ぶよ。ごめんなさい。マジでびっくりした。マジでこれ飛ぶんと思って。はい、お茶目な瀬川さんでした。はい、すいませんでした。はい、3月発売ということで。3月そうですね、末ぐらいにお店に並ぶと思います。はい、わかりました。楽しみにしております。お願いします。はい。
グリーンカウア去年は限定で。そうでしょ、横浜がどっかで。そうそう。あのカラー欲しかったのにっていう人がすごいいっぱいいたから、サイズ違ってレギュラーカラーにしちゃった。いや、これいいカラーだと思うよ。これもいいでしょ。200はなかったよな、確か。全色展示されてない。買ったカラー、これと、どれだろうな。これで釣ってよ。こういう売れなそうなやつ。売れなそうそう。だから色こういうのは全部自分でやるけど、あとは選んでくださいっつって、あと売れそうなカラーとか。でもこういうのとかそのペイントをピャッピャってやってる感じ、もう再現できるんだね、この。そうだね、工場の人が頑張ってくれるから。これ結構いいでしょ。ね、いいねこれ。シーラ興奮、シーラの興奮色が銀色だからね。あ、そうなの。そうだよ、黄色じゃないよ。黄色のやつは上がった後はなんか黄色。そう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 。興奮色は銀、青がベース。青なんだね。半分とかでいうとキラキラ。売れそうな色。160は結構そのオフショアの人が手を出しやすい色が多い。そうね、これとかそれとか人気出そう。これ可愛いでしょ。飛び用。飛び用だ。これさっきのやつ。発案者の瀬川さんに質問です。この中から一発目投げるとしたらどれを？俺？どれでもいいかな。どれでもいい？何でもいいよ。色は気にしない？色気にしないあんまり。クリアとシルエットと、あとは普通のブルバック。ブルピン。3つあれば満足です。まあでも確かに王道ないい色だね。この特に。上から見るとまあ10日じゃん。でキラキラでいい感じ。でこれはほらバッチリシルエット。でまあこれはまあ普通だよね。そうね。普通。っていう感じです。わかりました。はい、ということでダイワプロ瀬川亮太さんの、フロッサー新しいやつとカドラーのダウンサイズ160の説明でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いいっす。はい。はい、ですね、今、フィッシングショーの、トレーニング、業者日が終わりました。いろんなね、ブースのところで、いろんな方とお話しさせていただいて、かなりいい、経験になったと思います。面白かったですね。ただ、ちょっと時間的にですね、正直足りなかったです。見たいブースに、行けてないところがいっぱいあったんで、まあ、時間的には結構あったんですけど、なかなか話したい人と話せなかったんで、結構時間がうまく使えなかったっていうのが敗因っていう感じですかね。まあ、ただ、明日ですね、土曜日、日曜日、一般開放日も来る予定なので、そこで、今日行けなかったところを、カバーして、残り2日間フィッシングショーを楽しんでいきたいと思います。で、今日これからですね、ヤマリアさんの、マリアチームとですね夕食会が、招待いただいているので、ちょっとこれからホテルに戻って、荷物を置いてで会場に向かいたいと思います。では。はい、おはようございます。ですね、今日は、フィッシングショー一般日、初日ですね。これから、インテックス大阪の方に向かっていきたいと思います。まあ、今日はですね、基本的には、個人的にね、フィッシングショーを楽しむっていう形でいろんなブースね、回って、昨日業者日でね、回れなかったところを見て回っていきたいと思います。では行ってきます。膝伸ばした方がいいです。膝伸ばして背筋を伸ばした。そうですそうですそうです。でもうちょっと後ろそんな感じですね。そんなそうです。そんなんやったら王子サーモン取られへんぞ。いやー、ちょっと王子サーモンもちょっと 500g ぐらいですからね、あれは。ナンバー5って新しい、もともとナンバー6っていう、はい、そのサイズのルアー195があった、198があったんですけど、はい、それのダウンサイジングで、はい、なるほど。148ですね。
P65 ぐらい、こっちそうですねが45ぐらいですかね。もともとナンバー6っていう名前が P65 の6あーなるほどなんですよはいで今度ナンバー5なんで、一応5号。 5号目安ってことですよね。わかりました。 5号用で作ったんですけど、6号で全然普通にあ使えます。飛ぶ感じですよね。はい。だと思いますけど。これで、重量はまだ未定なんですね。大体45から50の間ぐらいですかね。はいはい。あとは、キャスティング用のジグ。あ、ジグもあるんですか。今回初めてジグ作ります。はいはい。これはマグネットでポコッと取れますか。はい。すみません。50グラム。これタングステン。鉛です。鉛。はい。思いっきりリアバランスで、はい。まあ、しっかり飛距離を出してもらえるようなジグっていうこ感じ。の感じだとかなりぶっ飛ぶ感じですね。そうですねはい。これもすぐ出るってことですね。3月だったら。 3月にもう発売します。はい。これが4月で、そうですねこれは見ている。はい。ありがとうございました。山田さんでした。キロとかかけられる方もいらっしゃるんで、はい。続きまして正面からお越しのだから今までスピニングに苦労されて巻いてた方がこれ皆さん喜ぶ。チカチですね。これで5キ、4.5 ぐらいですか。4.5ぐらい。はい。結構釣れたりしてた。ああ、そうなんですね。やっぱりどでかいのが結構上がるようになってへきたし、え。ちょっといろいろ変わってはきて。そうですね。海が変わってるんですね。平杉も上がってる言うもんね。急に釣りの話しだしません。急に釣りの話しだしません。いやいやいや、釣りの話がメインだからね、どっちかです。ちょっとこれ注釈入れとかないといけなくなりましたね。5分前まで下世話の話しかしてなかった。カメラが回ったとか。そうですね。なんかいきなり歯茎っていうワードが出なくなりましたね。僕はまだまだやる気がする。いやいや、大樹さん尖ってますね。じゃあ、お疲れ様でした。はい、ミステリーお疲れ様でした。お疲れ様でした。